快晴ですね。どうもババです。気持ちいいね。白様です。朝は寒かったけど日中は25度まで上がるってよ。この撮影の3日前にエアコンの修理をしててよかった。エアコン壊れてたの？購入して3年で壊れちゃった。そりゃ外れ引いちゃったね。有名メーカーのものだったんだけどね。3年だったら保証も切れてたんじゃない？おかげで3万2000円の出費ですよ。それは痛いね。何、肉を減らせばなんとかなる。おっさん泣くよ。カーリバ周辺の野花が咲き誇ってます。ウグイスまで鳴いてる。さて、春の生地こね。オールシーズンこねてるけどね。面倒なので粉はもう入れてるけどこんな感じです。水分は水と豆乳ブレンド。ベーキングパウダー生地などで発酵させる必要がないのは楽ですね。今日は何を作るんだろう。その前にお掃除。切らす必要ある？そして卵ゲッターは買い物へ。今日も安いね。野菜買いすぎだろ。荒ぶるヨシヒコ。Oi Mateo Wiley Dakachuya? 動きが早すぎて撮影がついていかない。Shikali Itaten Galuni Tsuri Kia Baba-san. 猫じゃらしがボロボロになってきたな。ちょっと母さん疲れちゃった。Nani Tsukale Tanan Metamata Ekidai. ヨシヒコはこんな感じで荒ぶり T モードの後。Wula Kusan Nanakali Konino Shippo? Why Dishula Yochua Itai Nani Shedanoilo? 急に悟りを開くことがあります。Yochua Wuchino Shugo Taya. Mendo Kusai Tashini. Tewa Yasumalunjia na Wile Osan. 本日も父さんはチョロコさんの下僕です。Tajigan Wuchua Awa Wuchuya. Aitsuko Jigeni Tonji Yasuluwayo. コンポストの再生ネギ再生されなかったね。その代わりにかぼちゃっぽいものがぐんぐん成長中。ドルフィンが茂ってる。今年は何個実るかな。去年はゼロだったもんね。さて、本日のパンですが、やっと発表。ここまで引き伸ばす必要ある？今回も油の層を作って四角く伸ばしてフライパンで焼く方式。最近油の層を作るの好きだよね。その名もカトミー。今度はどこの国の成形をパクったんだろうか。知らんけど多分中東。相変わらず爪が甘いな。このパンの情報をご存知の方はコメント欄で教えてください。本日の生地は米ぬか 20%、加水率 65%。水分は水と豆乳を半分ずつ。分量の詳細は概要欄を見てね。このチャンネルでは週末のみここ川沿いリバーサイド略してカーリバで米ぬかを使った低糖質な料理をご紹介しています。糖尿病発覚当時血糖値が300超えだったババアが主食を米ぬか入りのパンに置き換えることで今はインスリンも経口薬も一切なし、ほぼ寛解レベルで血糖値を維持しています。この動画が血糖値をコントロールされている方のご参考になれば幸いです。いいねボタンとチャンネル登録、ベルマーク登録をよろしくお願いします。コメント欄にもご意見ご質問などいっぱい書いてね。今日も油をたっぷりまぶしてるね。ショート動画やリール動画でよく見る中東の方たちのパンって大体油。油の食文化なんだね。軽く生地を伸ばして油をまとわせて少し放置します。今回は8等分の生地。この生地は油の力でペラペラに伸ばしていくよ。それにしてもカロリーやばそう。ババアのチャンネルはヘルシー料理チャンネルではなく血糖値上げないチャンネルなのでね。リターントゥーマイセルフしない夏かな。カラオケでめっちゃ歌ったな。生地に油をなじませたらペラペラ工程スタート。手で押さえるだけで生地が伸びてる。油がないとこうはいきませんよね。綿棒で伸ばしても生地が戻ってこないのがノーストレス。でも手は油まみれ。そこはちょっとストレス。生地が伸びないのを我慢するか油まみれを我慢するかの差だね。でもほら気持ちいいくらい伸びてくれるんですよね。しばらくは油伸ばし方式ハマりそうだね。センターをカットして端っこはつなげたままにしておく。そして生地をパタパタと折りたたむ前に油を塗る。完全に油を塗るの忘れてたな。
まんべんなく油を塗ったら生地をパタパタと折りたたんでいく。ついさっきこの工程見たよ。こうすることでたくさんの油の層ができました。油の層を作るのはパリパリの生地にするためなんだよね。本来はそうなんですけど、ババアの生地には米ぬかが入っているので、食感がパリパリになるということはほとんどありませんね。じゃあ一体何のために？パリパリになるわけではないんですが、口当たりはかなり軽くなります。米ぬか入りの生地はふわふわしてるもんね。そうですね、ふわふわというかふかふかというか、指で引っ張って生地を伸ばす作業が楽しい。でも結構時間かかるね。それが難点ですよね。皆さんは時間の余裕がある時に試してみてね。それでは四角く伸ばしていきます。今回もフライパンで焼くんだったね。動画でよく見る中東のパンってフライパン率が結構高めなんですよね。油で滑ってちょっと伸ばしにくいな。油塗りすぎなんじゃない？気合と根性で伸ばしていきましょう。こんなもんで許してやろうか。もう力尽きた。フライパンで焼きながら隣で生地を伸ばす一人流れ作業。それ流れてないね。作業に没頭すると生地が焦げてしまうのでちょこちょこひっくり返す。毎回それで黒焦げにしてるもんね。さあ時間がなくなってきた。この後カレーも作らないといけない。パンに時間かかりすぎだって。四角く伸ばしたつもりなんだけど、なんだろうこの形。オーストラリアかな。後半のオーストラリアはちょっと伸ばしやすかった。あ、もうそのネーミングでいくんだ。でもだんだん伸ばすの上達してない？ぶっつけで技術を習得していくスタイル。最後のやつが一番綺麗な四角だった。早くカレー作らなきゃ。あと15分で12時だよ。でも一応映えカットは取っておかないと。画面からはみ出してるけどね。ほなカレー作業はしょったろ。まあカレーだし取り立てて説明の必要もないか。まずは目玉を犠牲にして玉ねぎをみじん切りにします。必要のない解説。フライパンに油と生姜ニンニクを入れます。玉ねぎをジャーってします。説明が擬音になってきたよ。あえての鶏ひき肉。20% 割引だったからだよね。水を 150ml くらいジャバー。溶け込むカレー安くて助かるよね。ルーのパッケージが開けやすく改良してほしい。筋力なさすぎて草。軽く愚痴を言いながらルーを投入します。ちょっとルーが足りないっぽい。残り半分のルーも格闘しながら入れます。全然開かなくて草。今回はカレーには一切調味料を足していません。すごいいいとろみ。旦那がうろついてたので味見してもらおう。美味しかったみたいだね。香りの強い料理をしてるとだいたい旦那と義彦が寄ってくる。超特急でスイーツとサラダを用意します。編集マジック。本日はパンにカレーをつけながら食べるスタイル。だからこんなにドロドロなんだね。ババアのカレー皿はこれでいいや。完成しました。カトミーという名の中東の油パン。玉ねぎだらけのカレーを添えて。旦那氏いつの間にか米炊いてた。今テーブルの角で指打ったよね。それではいただきましょう。すごい音したよ。
めっちゃ痛え。年を取ってくると物の距離感がバグってきます。気をつけなよ、階段もすぐ踏み外すし。ババは壊滅的に視力が悪くてね。さあ、カトミーの出来栄えはどうかしら。パリパリ感はないけどいい焼き具合だね。生地を裂いた時にちゃんと層ができてるのが伺えます。この層があるとやっぱり食感が変わる？従来の加水率 65% の米ぬか生地を1枚の層で焼くともっちもちになるけど、これだけの層ができてると食感が軽く感じます。玉ねぎカレーとの相性が恐ろしく最高ですね。中東料理っていうよりインド料理みたいになってるよ。中東の人たちはこのパンとどんなおかずを一緒に食べるのかな。そのうち中東料理チャンネルになりそう。その方向性もいいかもね。カトミーという名のパン、美味しかったです。また見てね。中東の皆さん、バイバイ。